も理想の関係も外にあると思ってるけど、実は自分の内面を探すことでそれが表面に現れてくるんです。絶対素敵な人に出会える、そして素敵な恋愛ができる、その方法を脳科学に基づいてお伝えします。ボンジュールということで、本日はですね、恋愛哲学第2弾。なぜか恋愛がうまくいかない人、なぜか理想の相手に出会えない人、その原因は外部的な問題だと思っていませんか？違うんです。本日は必ず絶対素敵な人に出会える、そして素敵な恋愛ができる、その方法を脳科学に基づいてお伝えします。そもそも皆さん、理想の関係ってありますよね。理想の人っていますよね。それを全部外部的な要因のせいにしてませんか？周りに素敵な人がいないとか、環境がないとか、そう言ってるかと思うんですけれども、恋愛哲学って第一で脳のブラウジング機能を使って自分の求めるもの、自分に対して100項目書き出してくださいということを言いました。それによってようやく脳が認識し始めましたよね。今まで理想の人っていうのに出会っていたかもしれないけど、自分のことを深く掘り下げてなかったから、その人が理想かどうかっていうことを脳がまず認識できていなかったんです。少し話を変えて別の角度から見てみましょうか。自分のことを分からなくて、なぜ理想の相手が分かるんでしょう。パッと出会った瞬間に、あ、この人理想って声に落ちると思います？よっぽどキラキラ輝く人を見つけたら、うわーってなるかもしれない。でも、そんなことってなかなかないと思うんですよ。恋愛上級者であれば、自分がどういう恋愛で輝けて、自分がどういう恋愛で輝けないかを分かっている。だから取捨選択ができるけど、そうじゃない人はどうしたらいいんでしょう。理想の恋愛も理想の関係も外にあると思ってるけど、実は自分の内面を探すことで、それが表面に現れてくるんです。一例を挙げましょう。ある男性がいました。彼は上場会社の社長で、お金も持っていて女性に対してもスマートです。で、その人とある女性が恋に落ちます。でも、彼女が求めているのは、お金とか上場企業の社長とかそういうことではなく、彼女のそばにいてくれて、彼女とコミュニケーションを取ってくれる人でした。彼は昔敵の男性で、コミュニケーションなんて古臭い、かっこ悪い、言わなくても分かるだろうタイプの人でした。この恋愛、お互い幸せだと思いますか？最初のホルモンが出て、熱がある3年とか3ヶ月はいいかもしれない。でもそのうち彼女の方に必ず不安が溜まってくる。なぜならコミュニケーションがうまく取れないから。輝きたい恋愛がしたいのに、もうすでにここで彼女が陰り始めます。で、彼女がもし恋愛上級者だったら、彼のことをスパッと切って、私が欲しいのはこの恋愛じゃないって言えますよね。でももし彼女が自分のことを知らなかったら、その恋愛にずっと引きずられて、あまり幸せではない、自分が輝けない恋愛を続けてしまう可能性があります。つまり時間と労力の無駄ですよね。もしあなたが10代で恋愛の経験を積みたいだけならそれでも OK。それも楽しい。でも、20代後半、30代、40代になるにつれて、仕事もやらなきゃいけない。プライベートな時間も限られてくる。それから子供が産みたい。結婚しなくてもいいけど子供が産みたいっていう場合、そのリミットも出てくる。その中で自分のことを知らないために、自分が本当に何を求めているか分かっていないがために、そういう男性と恋愛して、時間や労力を無駄に使ってしまうのはどうでしょう。労力はいいとして時間は取り戻せないんですよ。特に働く女性たち。ただポイントは、そういうことは往々にして、その相手が悪いわけじゃなくて、自分を知らずに恋愛することによって引き起こされるんです。だから理想の関係も理想の人も、自分のことをまず深く知って、そこから周りを見ることで明確になって、あ、ここにいたっていうことに気づけることになるんです。そしてもしあなたが自分自身を深く知ることなく恋愛を始めてしまったら、自分ではない自分で恋愛を始めてしまったら、いつか必ずほころびが出始めます。そしてその小さなほころびが積み重なって必ず破綻になるのです。物理の法則と同じ。物理学には疲労破壊という言葉があります。ある素材に負荷をかけ続けると、最初は大丈夫だった素材も内部に歪みが起こり、それがある一定起こると壊れてしまう。人も恋愛も同じ。小さな無理や小さな負荷が心に積み重なって、ある日突然それが弾けてしまう。でもそれは自分という素材をしっかり知ることで、どこまでが大丈夫かなと知ることで防ぐことができるんです。自分軸であるということは、わがままであれということではないんです。自分がどういう人間で、どんな風な関わりが欲しくて、どんなことをされると嬉しくて、どんなことが嫌で、どんな風な将来が欲しいのか、それを明確にしていること。自分を知ることで、初めて恋愛って始まるんです。恋愛は、あなたが自分自身をよく知ることでしか始まらないんです。